ここは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週は屋根裏部屋からお届け。いやー、秋といえばスポーツですけど、皆さん体を動かしてますか？私は全然動かしてないですけど、中学生の頃はバレーボールやってたりはしてましたね。バレーやってたの？一応してるのはポジションは？センターです。うわ、ちょっと予想外。全然できないです。マスターは？ずっと筋トレをし続けてます。ああ、筋トレ偉い。もう楽ですもんね。オタクですね。ジュンさんは？僕ね、最近気づいたんですけど、なんか水泳とか泳いだりするときに、壁に当たんないと顔が上げられないことが判明して、最近。なんで？だからね、25メートルプール以上泳ぐと死ぬんだ俺。中に命を失う。危ねえ危ねえ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ストリートファイター5で活躍するプロゲーマーのお二人じゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。今宵のタイトルはストリートファイター5チャンピオンエディション。本日のお客様は会社員として働きながら世界有数の e スポーツチームリキッドに所属する兼業プロ格闘ゲーマーの第一人者ネモ選手。圧倒的なやり込みとテクニカルなプレーで見る者をうならせる藤村選手。国内外問わず数々の大会を制してきたトッププレイヤーです。ネモ選手は昨年の11月以来1年ぶり2度目ご来店になっております。そして藤村選手は初めてご来店ということでありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。まずはこちらのお話をさせてください。9月25日に始まった国内最高峰カプコン公式チームリーグ戦ストリートファイターリーグプロ JP2020 始まっております。いよいよ始まりましたね。いや、もう早くも盛り上がってるというか、ストリートファイター5チャンピオンエディションによる日本最高峰のチームリーグ戦ストリートファイターリーグプロ JP2020 が開幕。プロライセンスを保有するトップレベルの選手たちによる4人1組のチーム戦。6チームが全10節のリーグ戦を戦い、上位3チームがグランドファイナルへ進出します。そして開幕戦となる第1節でいきなりネモ選手率いるネモオーロラと藤村選手が所属する桃地スプラッシュが激突。残り V トリガーゲージは3分の1。先鋒、中堅、大将戦の3試合にどの選手を起用するか、そして指定したキャラクターが使用できなくなるキャラクターバンルールへの対応などチーム戦ならではの戦略が見どころになっています。さあまっすぐ3つの投げから CA。まあそのリーグ戦でお二人いきなりぶつかってるんですよね、このチームが。そうなんですよね。結果としてはどちらが勝たれたんでしたっけ？すいません、ネモオーロラが 4-0 でございます。4-0ストレート。 4-0でございます。コテンパンにやられましたね。藤村さんはガチ君さんとね戦う。そうですね、確か時報で出て、そう結構自信あったんですけど、まあやっぱ流れの経験からなのか、ガチ君の方が試合運びがうまくて、うまくなんか噛み合わせることできずにただただやられちゃったっていう感じでしたね。バンルールっていうのがあってそうなんですよ。自分の使用キャラクターをバンっていうので使えなくさせられちゃうっていうのがあるんですよね。恐ろしい。で藤村さんはバンの対象になってしまって、で豪輝サブキャラとして用意してたんだけど、まあ、それでもすごい強いって言われる豪輝だったんだけどっていうので、ぶっちゃけていいですか？どうぞ。いいですか？いいですか？サブキャラだから負けても許されるみたいな空気が若干こう漂ってるんで、むしろ安心します。あとそのやっぱバンされると、あ、僕の準備怖いんだっていうちょっともう嬉しさが評価されてるっていうね。でネモさんはやっぱチーム戦でちょっとチームメイトとの絡みが面白いことでも定評ありますけど、今回のチームどうですか？いや、今回のチームはいいチームだと思ってますよ。ちょっと待って、もう含みがある。もう含みがある。佐古さん、ガチ君、まあ2人ともすごく練習してきて強いメンバーと組めてますから。一人いない。もう一人一応キチパを持ってるんですけど、やっぱ対戦したくないから入れてるっていうだけですね。敵を味方にしちゃうことで敵じゃなかったっていう戦うことはない。でもね、ネモさんもね、大将戦というか桃地さんね、相手チームに対して戦って
ね、見事勝利されてましたからね。そうですね、佐古さんがチームメイトなんで、言ったら練習はたくさんできるっていう、なんで結構接戦を詰めて挑めたっていうのが多分勝因ですね。チーム戦っていうのがやっぱこう面白いというか醍醐味だと思うんですけど、桃地さんのチーム初めてですよね、桃地スプラッシュっていうのが。でチームメンバーもシノビズムのメンバーで構成されてると。どうですか、同じ普段から一緒にいるメンバーと改めてああいう場所で戦うっていうのは。オーナーからチームメンバーとして指名されるプレッシャーっていうのはかなりあるんですけど、オーナーだもんね、桃地さんは。いいとこ見せないとっていう感じにそなりますか？うこれは査定に響くんだろうなっていうあれ高校生あれプレッシャー感じてんねこれ。いやかなりプレッシャーあるんですけど、でもみんなシノビズムで、普段から一緒にやってる仲間なんで、ダメなところあってもいやそこはってちゃんと言えるし。だし、失敗してもミスるよね君はみたいなちょっと優しい上司みたいな。お二人はこう出会いのことって覚えてますか？ちょうど上京してきた時に平和島に住んでたんですけれども、そこ行って練習して、その時に初めて、ちょっと対戦したの覚えてます？覚えてます。あれウルフォーだよ。ウルフォー？スパフォー覚えてない。嘘、そんなんあった？やべえ。しかもミクシーでやり取りしましたよ。覚えてない。ネモさんと対戦する機会があったんですよ。本当に多分60試合以上ヤン対バイパーでがっつりやって、僕もそのヤンっていうキャラクターをその時使いたくて、セットプレーとかなんかこれいいですねっていう話をミクシーでメッセージ送ったんですよ。そしたらネモさんからかなりしっかりと、このセットプレーはこのキャラクターに対してガード不能になって超有効だからめちゃくちゃ使ってみたら勝ちやすくなりますよみたいな 2,3 往復ちゃんとやり取りをして、ネモさんって怖そうなのにこんな優しい人なんだって思ってたんですよね。そうなんだ。覚えてない。それでは今はそのお互いをプレイヤーとしてどんな感じで印象を受けてますか？すごいゲームもうまいし、プレーがねめちゃくちゃ効率的で、特に相手の苦手なところをつくのがうまくて、弱点をねつくんですよね。わかります？だからじゃんけんでネモさんグーで勝ったとして、2連続でグーで勝ったとして、ネモさんはニヤニヤしながら「君いつパー出すの?」って言いながら一生グー出してくるんですよ。人が強いんだよ。しかも一番大事な局面では裏切ってくるんですよ。だからやっぱ読み合いとかも超強いし、本当にすごいプレイヤーだなと思ってます。ネモさんはいかがですか？いや、なんか一途な人だなって思ってた。どういうこと？やっぱ彼女に対してもすごい優しいし、もうずっと一緒だし、ゲームに対してももう何時間この人やんのっていうレベルでひたすらやってたりするから、なんかそれってすごいなって思っちゃいますね。配信とかも長時間にわたること多いですよね。そうですね。最大何時間ぐらい配信されたことあるんですか？いや24時間ぐらいはやったと思うんですけどやっぱね、この格ゲーやってると常に細かい発見とかがあるんですよね。こうしたらどうなんだろうって一生やっぱ考えながらやれるんで、無限にやれちゃいますね。なんか最近あったなんか嬉しかったエピソードとかないですか？結構やっぱ甥っ子が今小学校6年生ぐらいになった年で、周りの友達に自分のことを自慢してるらしいんですよ。なんかプロゲーマーなんだぜ。そう、プロゲーマーだよおじさんみたいな感じで、それが結構嬉しかったですね。うわ、あれいいじゃんね。やっぱハメジュンいい番組だね。だってこの部分引き出せないもんね。藤村さんプライベートと言う時間があったとしたら、何をやってます？でもゲームですよね。だって24時間使い切っちゃってんだもんそこで。今はコロナ禍であれなんですけど、海外とか回る時って体力が大事だと考えてて、疲れづらい体を作りたいなと思ってて、例えばヨガとか、ヨガ彼女と一緒に通おうかなっていう話を今してます。ああいいな。ヨガいいですよ。俺たちヨガって聞いたらダルシムがまず浮かんじゃうからね。はい、いよいよカプコンプロツアーオンライン2020の、アジアですよね、イーストアジアの2回目。そうですよね。はい、アジア東予選大会が近づいてまいりました。勝ちたいなっていう気持ちでやっぱちゃんと行こうかなと思ってます。でギルをちゃんと練習してるので、やっぱギルでいけるキャラクターはギルを積極的に出していきたいなっていう感じですね。僕もやはり2キャラ練習してて、カプコンカップ出る最後のチャンスなんで、このキャラにはこれって決めてるやつをちゃんと練習通りに出して、優勝目指したいなと思ってます。
いややっぱ話聞いてると2人の戦い見てみたいな、でもさすがにここにはストリートファイター5片付けちゃいましたよね。そんなことはないんですよ。あるんですよ。本当にありますよ。あんの？ある。チャンピオンエディションにちゃんとなってる？なってるよ、さすがに。本当にあるんですね。あります。じゃあお二人に戦ってもらうこと可能でしょうか？はい、もちろん。お願いします。お願いします。はい、ということでエキシビションマッチなんですけども、今回はせっかくなので三つどもえ戦ということで、歌広場潤にも参加していただこうと思います。まずは歌広場 VS ネモ選手の対戦。僕が勝ったらネモオーロラに入れてください。お願いします。ちょっと早いので勝ちます。そうさせねえぞと。そうさせねえぞ。はい、始まりました。これですね。今のように相手の飛び道具だったり攻撃をこう受け止めて反撃できる。そして基本的にはこう飛び道具を絡めて攻めていくキャラクター。しかも相打ち画面足だ。ネモのチャンス。歌広場どうする。いやー、この空振りを捉えて一人が V リバーサルを投げる。位置が入れ替わりました。これで一気に歌広場のチャンス。ヒット確認、昇竜昇竜。見事一気に体力は追いついてきたぞ。しかしここで V トリが発動するのはネモ。原子の炎の力を使うことができる。おお、ここから拾って残っているが、現在この炎の V トリガーですね、火炎攻撃をうわっと、このキどうだ。いやー、空振りしている。お互い V トリガー終わった。歌広はおっガーブして、しかし間に合わなかった。6フレ、今のは7フレ、8フレです。失礼しました。中断攻撃が増えております。間に合わなかったですね。しゃがみができない中断攻撃をガードして反撃を狙ったんですけれども、ギルっていうあんまり多分対戦し慣れていないというのもあって反撃が遅れてしまったか。とはいえここまで歌広は悪くない立ち上がりですよ。まずは遠距離で飛び、おっと空中食らいに行きましたね。今上の方にも球を出せる。あっと、そうなんです。剣ジャンプ強パンチの安定が強いのでギルとしても結構対空は難しい。 EX サード押し返していくのは歌広は竜巻空中ヒットしっかり拾っているのでも、しかもゲージが全て溜まっている。ウイドルが余るぞ。ウイドルが発動からジャベリンからとんでもないコンボ。あ、うまいコンボができている。非常に難しいダッシュからのセラミックウィングで KO。 ありがとうございました。ありがとうございました。勝者ネモ。ネモオーロラは早かったが、でもいいとこは出せたんですけどね。惜しかった。いやさすがでした。1ラウンド目きちんと反撃取られてたらやっぱ自分が負けだったので、やっぱすごく試合の内容は良かったと思うんですよ。ただやっぱその勝ち方というか、自分が最後なんかズルして勝ったなっていう感じはしましたね。ありがとうございました。はい、エキシビションマッチ続いての組み合わせは歌広場潤対藤村です。僕が勝ったら桃地スプラッシュに入れてください。歌広場さんが勝つことはないんで申し訳ないです。始まる前から終わってる。続いて早々と勝利を宣言した藤村選手 VS 歌広場の対戦。藤村が選択したのはチュンリー。チュンリーは非常に機動力もあってリーチも長い。ただこう中間距離からこの歌広場潤の剣の放つ波動拳は下を潜って攻撃するしゃがみ中パンチなんかもあるので、そのあたり気をつけなくてはいけません。しっかりとヒットを確認しながら連続技を決めていきます。もう画面足。ここは歌広場潤もいいしゃがみ教育が出た。しゃがみ教育を多用し、おっと確認しっかり。さあ画面足だ。投げは抜ける。フラッシュカウンター遠いので追撃にはならず、Vトリが発動するのは歌広場。ここから投げを抜けつつ EX 役列からの高所を発動して大きなダメージにつないでいく。残るが最後はしゃがみができない中段上り様相脚。でも立ち回り自体は良かったですけどね。しゃがみ強キックをうまく使って藤村の、使う立ち強キックですね。この大振りな上段攻撃を回避しながらダウンを奪うというこの歌広場潤のプレーが見られたが、今回どうなるか。上から対空天空逆、しかしすぐさま EX 昇竜烈波で返していく。
攻め込んでいく歌広場。画面の中央バックステップ、これはなんと空中ヒットになったことで反撃のチャンスになりました。歌広場が攻め込んでいきます。もう画面足が近い。しかしここは一旦距離を取る。入れ替わってしまった。そこにしっかり反撃。藤村のチャンス。歌広場この画面足苦しいぞ。投げてウイトリが溜まったが、うますぎる。ダッシュパンチカウンター確認から百列、そして紅翼戦で倒しきりました。勝者藤村。勝てはね入れると思ったんですけど、この人よく考えたらオーナーじゃなかったんですよね。1ラウンド目の足払い連発に結構噛み合ってる人負けるかなと思ったんですけど、その後こっちの通じ技が結構当たったんで、それで冷静にやれてよかったです。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。藤村選手としてネモ選手が1勝ずつしているため、これが三つどもえ戦の最終戦決定戦となります。はい。強い相手なんで CPT のつもりで本気で倒しに行きます。そうですね、使うキャラクターがチュンリー、伊吹、豪輝と、ちょっと悩むんですけど、でもなんかギルでいけそうな気がするんで、ギル使って勝ちに行きます。三つどもえ戦を制するのは果たして藤村選手 VS ネモ選手。 1P 側藤村が選んだのは豪輝、そして 2P 側ネモが選んだのはギル。遠距離で豪輝が飛び道具を打つとブロッキングで受け止められて V ゲージを貯められてしまうので、そのあたり注意ですね。このようにブロッキング、これをすることで V ゲージも溜まってきます。しかし飛び道具をしようとしたところのやられ判定が大きくなって、後ろ投げ、これで位置が入れ替わります。一気にネモのチャンスになるか。牽制を繰り返してカウンターヒット。これは繋がらないが、もう画面足藤村の体力が大きく削られました。飛び道具を繰り返していく。ブロッキング、相打ち。豪輝は体力が少ないのでこの相打ちもちょっと痛いか。しかしこれが藤村の V トリガーが溜まったぞ。膝が強いんだよな。膝から攻め込んでうまく後ろに下がって投げを回避して V トリガーからのコンボ位置が入れ替わってしまった。フレームジャベリンというこの V トリガー中の強力な技を繰り出して体力が削っていきます。藤村は残り体力がわずか。V トリガーを絡めて逆転できるか。しかし中キック、前に出ようとしたところを止めました。まずはネモラウンドを先行します。ちょっと藤村としては V トリガーを使えずに終わってしまったのは痛いか。上からおっとこの駆け引き、ブロッキングに対して残空波動拳を返してきました。上からしかし暴れているのはネモ。着地を取る。上からネモが顔面ショット取りました。藤村はどうするか。おっと膝、飛び道具を打つときにやられ判定が前に出たところをうまく膝で。しかしこの投げに対しても後ろ下がり非常に見事。あっと反属性、燃えているところに氷の札を当てるととんでもないことになっている。スタンチは危ないぞ。藤村どうする。だけで抜けるか。まだスタンチが溜まっています。ダッシュ投げ、ネモが爆発。勝者ネモ。終始向こうのペースでやられちゃいましたね。強かったです。やっぱ慣れてないキャラクターとの対戦だったんで、向こうがやっぱ技振りがちょっと分かってないなっていう印象を受けましたね。普通に勝って嬉しかったです。こっちの有利フレームからの投げを下がられて手を2回取られちゃったんで、あそこはかなり大きかったですね。向こうが結構技を置いてきていたところに、こっちがうまく大パンとか噛み合って勝てたなっていう印象でしたね。やっぱギルってキャラクターとして少ないから対戦経験の少なさってマジでアドバンテージありますね。あそこもうまく生かしたそのギルの起用というところが見れた試合でしたね。はい。ということでエキシビションマッチ見事優勝を果たしたのはネモ選手でした。さすがです。おめでとうございます。ありがとうございます。さすが。初級者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。今回は CPU 戦を通してネモ先生からアドバイスをいただきます。お願いします。お願いします。ザンギなんですよね。はい。冷たい感じがする。ネモさんと言ったらね、やっぱザンギエフというか、重量級キャラ投げキャラ苦手だっていうのをね。
ザンギエフね。じゃあ相手アビゲイルで。本当に嫌だ。ザンギが苦しいキャラクターっていうね。そうですね、嫌です。ということで CPU レベル6のアビゲイルが対戦相手です。これまで相当練習積み重ねてますからね。いつかさんのね頑張りは動画とか配信とかを見て僕らも知ってます。やめて、あ、ちょっと一瞬ちょっと待ってほしい。いや相手は待ってくれないよ。うまい。ジャンプしてる。まあでも惜しい惜しいね。惜しいよ。まずね言いたいこと結構いろいろあります。今の惜しい。ワン飛びからねワンコンボ。まあやっぱね自分がミスした時にうわーとかなっちゃうじゃないですか。もう試合に集中してないですよもう先見ね。ません。珍しいラウンド間のもう指示がはいラウンド間惜しい。狙いはいいんだ。今とかもね本当はグーってなるポイントだけど我慢しましたよ。そうでやっぱ今みたいにちゃんと集中してると受け身取るんですよ。いいおみやよザって言った今。いつかじゃザって言った。ザってなんなんほんま。まあ今のはついてないですけどね。練習してる動画をちょっと出回ってきて、ネモさんも見てくださってるん見ですね。てました。やっぱ駒投げ決めて「やったー読み勝ったんです」とか言ってる動画を僕見てたんですよ。この人多分試合中集中してないなっていう。だからやっぱりその1ラウンド目とかミスった時にやっぱ受け身が取れてないっはい。ていうことが結構多かったので、まずは試合に集中するところから始めましょうか。わかりました。はいありがとうございます。以上以上です。だって見てくださいよ、ザンギとアビゲイルですよ。何をしてるんですか。いやなんで苦痛に感じてるんですか。でも何か一つ教えてほしいです。当てた技の後の状況っていうのが多分分かってなかったと思うんですよ。でどっちが有利なのどっちが不利なのっていうのが多分いまいち分かってないように見えたんで、まずなんかそういう一つ一つの技の有利不利を覚えていくっていうのが近道なんじゃないかなって思います。まずはそれぞれの技の有利不利を知り次への対処を考えよう。頑張れ1セット。はい、それでは本日も閉店のお時間となりました。まず初めてご来店いただいた藤村選手の知らないプライベートな部分とかもいろいろ聞けて楽しかったですし、ネモさんに至ってはもう前回とは全然違うその顔を見せてもらってすごく楽しかったです。ストリートファイター2人に混ぜてもらって戦えて楽しかったんで、もうこれやんなきゃなって改めて思いましたね。まあ前回に比べてすごく楽しくなりました。やっぱ楽しかった。やっぱ良かったな。初めてとは思えないぐらいこう心地よくて、楽しく会話してるだけでこう終わっちゃって、全然まだまだ話したいって感じですよね。ですよね。24時間やる人だもんね。今夜のゲストはネモ選手と藤村選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次週はハメ準カップ優勝の水葉選手、初登場の MOV 選手がご来店。お楽しみに。